皆さん少し想像してみてください。25歳の佐久間エース投手が2年連続でリーグ最高の投手として活躍してきたにもかかわらず、今いるチームで登板するのはあとわずかかもしれません。そして来週には全く違うユニフォームを着てマウンドに乗っている可能性があります。これは作り話ではありません。2026年メジャーリーグベースボールのトレードデッドラインが近づいている今、実際に起こり得る現実です。今年のトレード市場は、ここ数年とは全く違う展開になっています。まず、トレードデッドラインとは何なのかを簡単に説明します。毎年決められた期限を過ぎると、球団同士で選手をトレードすることができなくなります。プレーオフ進出を狙うチームは、買い手となり、有望な若手選手を放出してでも、急戦力のスター選手を獲得しようとします。一方で、プレーオフなそのいから交代したチームは、売り手区となり、FA が近い主力選手を補助して将来有望なプロスペクトを獲得する道を選びます。しかし今年は、その買い手区と売り手区の区別が非常に難しくなっています。プレーオフ圏内から6ゲーム以上戻されているのは、メッツ、ジャイアンツ、エンゼルス、ロイヤルズ、ロッキーズのわずか5球団だけです。それ以外のほとんどの球団には、まだ十分にプレーオフ進出の可能性が残されています。これこそが2026年のトレードデッドラインをこれまで以上に面白くしている最大の理由です。そして今最も注目を集めている選手が、デトロイト・オン・タイガースのエース、タリク・マスクバルです。彼はリーグのヤング賞を2年連続で受賞した絶対的エースですが、今シーズン終了後には FA になります。タイガスは現在、勝率が緻密している一方で、アメリカンリーグ全体の混戦もあり、ワイルドかドボソノイとはわずかハズゲム差しかありません。そのため、球団は最後まで勝負に出るのか、それとも将来を見据えてスクバルを補助するのか、非常に難しい判断を身がられています。もし7月末までにチーム状況が改善しなければ、スクバルのトレードは現実味を伸びてきます。クリブランド、フィリーズ、ダイヤモンドバックス、パードレスをはじめ、多くの強豪球団が彼の獲得に本格参戦すると予想されています。一方、ニューヨークアメツツも今後の動きが注目されています。シーズン開幕前は優勝候補の威嚇と見られていましたが、現在は苦しい戦いが続いています。フレディ・ペラルタはシーズン終了後に FA となり、緊急の成績は期待ほどではありません。しかし、それでもプレーオフを目指す球団にとっては非常に魅力的な憲法投手です。ただし、メッツツにはファンソトやフランシスコ・リンド、といった長期契約のスター選手が採用しているため、多くの専門家は売り手中ではなく買い手得に回る可能性の方が高いと見ています。続いてサンフランシスコ・ジャイアンツです。ルイス・アラエスは5年連続でリーグ最低クラスの三振率を記録する使いを見せています。さらに今年は守備面でも大きく成長し、セカンドでハリグ・シュシェの守備力を見せています。しかし、ジャイアンツはプレーオフ争いから大きく後退しており、アラエスの補助はほぼ確実と考えられています。特に得点力不足に苦しむテキサス・レンジャーズが有利な獲得候補として名前を挙げられています。ボルチもオリオルーズにも注目選手がいます。テイラー・ウォードは昨シーズン36本取りで台を放ちましたが、近畿は本取りで台数こそ減っているものの、主取りで率は上昇しています。FA が近づく中で市場価値は必然として高く、外野遊びを必要とするヒューストンのアストローズなどが獲得候補として注目されています。さらにカンザスシティロイヤルズも大きな決断をめげられています。わずか2年前にはプレーオフ進出を果たしたチームですが、近畿は苦戦が続いています。ベテラン不織去るバードルコ・ペレスには衰えも見え始めていますが、憲法当職のマイケル、若張りグ屈指の安定感を誇り、トレード市場でも高い評価を受けています。ロイヤルズにはボビ・ウィット・ジェイヨルという将来の中心選手がいるため、完全な再建には踏み切らないでしょう。しかし、クリス・ブビッチ、セスルゴといった投手陣を放出し、有望助を獲得する可能性は十分にあります。
そして今後の展開次第で最も驚きを与える存在がミネソータツインズです。昨年のダーガ報初後、多くの予想を複す戦いを続けています。S のジョ・ライアンは市場でも非常に高い評価を受けています。一部では今こそ彼を放出して最大限のリターン N を得るべきだという意見もありますが、球団オーナーは必然として勝負をしらめていません。この判断が今後の大きな焦点となっています。またタンパベイレイズも見逃せません。現在7連勝中と使いに乗り、地域産球団とは思えない戦いを続けています。ヤンデイ・ディアスやジュニア・カミネロを中心とした大戦は非常に強力で、もしブルペンや大社をさらに布教すれば、一気にワールドシリーズ優勝候補へと復唱するでしょう。そして最大の注目は、やはりタリク・スクバルの移級権です。もし彼を獲得した球団が現れれば、その瞬間にワールドシリーズ優勝候補の筆頭になる可能性があります。特にロサンゼルス・ドジャースは連発を達成した後もムーキー・ベツツの不振やタイラ・グラスのブレイク・ダ・スネルの故障など課題を抱えています。それでもリグ主旨の成績を維持しており、彼らを倒すためにはスクバル級のエースが必要になるでしょう。これから数週間メジャーリーグでは大きな動きが続くはずです。8月3日午後6時のデッドラインまでに多くのスター選手が新しいユニフォームに週を通し、球団の未来が大きく変わるかもしれません。そして今は誰も予想していないチームが10月にはワールドシリーズ進出を果たしている可能性もあります。これこそがメジャーリーグの面白さです。この動画が面白かったと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が次の動画制作の大きな励みになります。そしてコメント欄でタリク・スクバルハードの球団へ移籍すると思うか、ぜひ皆さんの予想を聞かせてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。